こんにちは、ゆかです。今日は一番安いのに一番リターンの大きい投資についてお話ししたいと思います。それの結論から言うと、読書ですね。私は読書が一番リターンの大きい安い投資だって思ってます。で、私もね、日本のものと海外のものと口座に課金したりしてきました。でも、今私が思う一番自分にとってリターンが大きい投資って何だろうって思うと、やっぱり読書だなってとこに落ち着いてます。それは、本にももちろんよる。でも、きちんと練られて、誰かが時間をかけて書いた本であれば、その文章の良し悪しっていうのはさておき、何か必ず得られるものがあると思う。でね、そのね、本っていうのは、せいぜい2000円ぐらいのものじゃないですか。それをね、世界中に本が溢れていて、なんならもう、他界してしまった人たち、もう今存在していない人たちの話もちゃんと書いてある。その人たちの体験も書いてある。成功例、失敗例。それを一緒に、追体験できるっていうのが本だし、その本をね、初めから終わりまで別に読まなくったってもいい。仮に2000円の本ですよね。例えば20万円とか200万円とかの講座だったら、さすがに元を取らなくちゃいけないから、もう相当頭の中でこねくり回してあるところないところ、もう真理をね、拾い集めようとして考えすぎちゃったりすることもあると思うんですけれども、本だったら、せいぜい2000円のものだから、例えば本一冊の中で一つでも、なるほど、これは自分にも活かせそうだ。じゃあこれをそのまま行動に移してみようっていうふうに、一つの行動指針でも与えられたら、その行動が成功すれば2000円としてすごく大きいリターンになって帰ってくるかもしれないし、失敗したとしても、あなたは短期間でその本を読むだけの時間を費やすだけで、それが、そのやり方があなたには合っていないんだってことを学べたっていうことになる。だから、そのね、本を読んで、もし読んで楽しんでいるだけでなくって、自分がそこから行動指針をね、抽出して行動に移すってところまでできれば、読書ほど割に合う投資はないなって、時間的にも、労力的にも、コスト的にも最高の投資だなって思います。中にはね、本読んでる人なんて自分の周りにいないよっていう成功した経営者の人もいるのは知ってるし、自分は本なんて読みませんって言ってる人がいるのも知ってる。それでも十分成功されてる人がいるのも知ってる。でも、何が私たちの思考をそこから行動につなげるときに影響を与えるのかっていうと、やっぱり環境、特に周りにいる人だって思ってるんですよね。で、残念ながら、私の人生は今ここ。で、目指そうとしてるところはここっていうとき、やっぱりちょっと無理して自分よりも上のところにいる人たちに絡みに行くっていうのはすごくいい勉強になるけれども、
それが叶う時と叶わない時ってやっぱりあって、じゃあ、ここの人生を生きながら、いかにここの人たちと接点を持つか、いかにコスパよく接点を持つかっていうと、やっぱりここのところにいる人たちが書いた本を読むことだと思うんですよね。それがどういう成功でもいい、金銭的な成功でもいいし、人間関係で何か自分が理想とするところを達成した人でもいいし、どんなものでもいいんだけれども、やっぱり自分がここだとしたら、ここのところにいる人たち、ここを達成した人たちの本を読むっていうのは一番いい投資だと私は思います。で、私結構小さい頃から本が好きで読んでたんですけれど、今思い返すとね、もったいない読み方してたなぁなんて思うのが、何でも読んで、ああ、面白かったで終わってた。それについてお友達とディスカッションしたりだとかね、ここのところでこういうシーンがあったけれども、これこれこうだよね、それを人生に置き換えるととかね、そう哲学的な話とかね、そういうふうな会話をするのが私は好きなので、そういうふうなので終わってしまってた。だから、行動にある意味移してるといえば、会話をする、ディスカッションをするっていうところはできてるんだけど、純粋にエンターテインメントとして受け取っても、読書はエンタメ止まりだったんですよね。でも、45歳になってね、つくづく思ったのが、本を書くって、文章を書くって、すごい知力と労力がつぎ込まれているに違いないってことに気づき始めたんですよ。だから、そこのところに本として存在しているっていうことは、誰かの知識と経験、成功体験と失敗体験と、ありとあらゆる英知が詰め込まれているんだから、もしそれを読んだんだとしたら、エンタメ止まりではなくて、何らかの行動に移す、それによって、読書はエンタメじゃなくて、人生を変えるツールになるんじゃないかなって思って、で、私ね、この読書をエンタメで止まるんじゃなくて、行動するのに強力なバックアップとなってくれるような、強力な、投資ツールとなるようにね、こんなやり方をしてみようってね、ちょっと前、やってて、なんかね、調子いいので、皆さんにシェアしたいんですけど、本読むじゃないですか。で、普通の小説とかだったらね、このフレーズ好きだなっていうのを書き留めといて、また何かの時にね、引き合いに出して使うっていうのは、一つ。うん。ちょっとなんか、アジア圏とかでは主流なのかわからないけど、欧州系の方とかと話していて、何かの文章、小説だとか、そういうのを引き合いに出すっていうのは結構あることで、むしろそういうのを、例えばなんかシェイクスピアはこう言ったけれどとかね、そのね、一文を入れることで、その人は知的な人なんだ、知的な会話ができる人なんだって言って、クラス感をね、持つことができるなっていう実感もあるので、例えば小説的なものだったらそういう使い方をするのは一つ。で、そのために、自分がいいなと思ったものを書き留めておく。いつでも引き出せるようにね。で、もう一つ、小説的なものじゃなくって、これは行動に移したいっていうものについては、ポストイットでやってもいいけど、私はポストイットでやっていて、その紙がどっかに行って、そのまま行動しないってことが起きていたので、最近はデジタルのノートアプリに、何々で読んだ
こういうものは自分はこういうふうに行動として、私にとっては、私の人生にとってはこういう行動として落とし込めるっていうのを書く。何か読んで、これは実行できるなと思ったらね、具体的にどういう行動に移すのかっていうのをできるだけ細かく段階立てて、もうできるだけ小さいチャンクにね、壊して、このリストアップする。で、それを一個ずつ潰していくっていうね、そういうようなことをやってます。で、それが行動できたら、消していくっていうふうにしてもいいし、どっかにね、アーカイブとして残しておくっていうのがね、人によっては好きかもしれないから、それはね、好みでやってもらえばいいんだけれど、やっぱり、私が今まで読んできた本、エンタメ止まりになっていて、2000円の価値がフルに発揮できていなかったなって今になるとすごくもったいないと思ってて、この本の読み方にちょっと前から変えて、なんか読書が投資として楽しくなってきてます。2000円で投資して、で、その2000円でも、2000円なんだから、たった一つの行動指針得られるだけで、私はね、儲けものだと思う。講座に行ったらもしかしたら、その一つの行動指針分だけで何万円分とかになっちゃうかもしれないから。で、人って、私がね、講座をね、課金して思ったのが、人ってやっぱり裏表があったり、完璧な人がいないから、場合によっては、自分が人間の素質として特に好ましくないって感じてしまうようなものが、自分の死と仰いでる人に見えてしまう時があるかもしれない。でも、本の場合、そういうところが見えることはあんまりない。いいところだけかいつまんである。いいところだけかいつまんであるっていうか、その時の自分に必要なものだけをまとめた一冊として吸収できるから、人間の不完全さを感じることなく、純粋に情報だけ抽出できる、すごく気持ちのいい投資だなって思ってます。あんまり本読まない人がこれ聞いても面白くないけれど、少し本読みたいなって思ってる人、あるいは本読むの嫌いじゃないよ、好きだよっていう人は、私の最近の読書法、これね、ちょっと試してみてもらえばなと思います。で、もしおすすめの本だとか、おすすめの読書法あったら教えてもらえたら、また参考にさせていただきたいなと思いますので、コメント欄に書いておいてください。お願いします。じゃあ今日はこの辺で、バイバーイ。